こんにちは。5分で世界史の用語を解説する動画です。今回は中国の管理登用制度についてです。ただし、ここに来てる人たちは勉強はしたんだけど結局違いが分かりませんっていう人が多いわけですよね。そうですね、そういう人向けです。最初に、そういう方々に重要な見方をお伝えします。どう変わったのかではなく、なぜ変わったのかが大事です。よろしいですか？では行きます。はい、まず基本情報です。長距離線、急頻中性、華僑の順番で管理登用制度は変わっています。華僑はその後電子が追加されたりとか、あとは元の時代に一時廃止されてるっていうことも、覚えておくといいでしょう。こうやって見たときに、受験生は思うわけです。結局有力者の息子ばっかりが選ばれるようになっていっている。何が変わったんだ。華僑学科試験だから分かりやすいとして、急頻中性と長距離線なんかも地方から中央への推薦同じように見えるわけですよね。だからそのあたりを考えていきましょう。多分ですけど、これらが同じように見える人たちは、政府はこの腐敗を何とかするために新しい制度に変えたかったんだって思ってるんじゃないですか。なのに全然変わってないから違いがないじゃんって思ってるんじゃないですか。でもよく考えてみてください。政府がね、私たちこの腐敗は何とかしなければならないと思います、だから変えますってわざわざやると思います？大体ね、金持ちの息子ばっかり選ばれるって統治者からしてみたら案外悪いことでもないんですよね。確かに無能は困りますけど、でも地元に影響力があるんならその人を役人にしとくのは、地方を治めるのに都合がいいじゃないですか。影響力あるんだから。もちろん腐敗は、問題の一つではあったと思いますよ。運用されてる間も、地方の有力者ばっかり選ばれていて、それはおかしいっていうふうに言われてはいました。だけれども、それが全てではないとまず理解しましょう。では何が問題なのか。この辺っていうのは学校じゃ教えられないというか、教えにくいんですよね。なんでかっていうと、事実というより解釈になっちゃうからです。私はもう教員じゃないんで、ここでは解釈しつつ見ていくことにします。はい、ここで管理登用制度が変わった時期っていうのを考えてみますよ。清で統一された後、前漢、それから、後漢が滅ぶ頃の義、それから南北朝の後の隋、マイナーチェンジは五代十国の後の宋とか、元という、ここに共通点が考えられるんですね。何かというと、混乱後新しく、始めようとしている政府が長年続けた制度を変更しているっていうところです。100% とは言いませんよ。傾向があるくらいの認識で、何が言いたいかというと、それくらいの大きなタイミングでないと役人の選抜方法は変更してないんですね。マイナーチェンジはあってもね。じゃあなんで大きく政府が入れ替わるときに大きな変更が起こっているのか、つまりなぜっていうのを考えればいいわけです。はい、ここで具体例として義の急頻中性が導入された理由っていうのを考えてみましょう。はい、義の宗妃はこの人、宗妃は五漢最後の皇帝建帝から位を譲られる禅譲ですね。で統一王朝の皇帝になってます。統一とは言ってもまだこの頃は呉も蜀もいますから、統一王朝の皇帝になりそうぐらいの感覚ですね。この時管理登用制度を変えたのは、一説には五漢で活躍していた官僚のうち有能かつ義に忠誠を誓ってくれそうな人材を選ぶためっていう説があります。そうなんです。政府の役人に誰を選ぶかっていうのは普段はそこまで問題にならないんです。一番問題になるのはどういう時かというと、新しい政府が発足する時ですよね。もちろん初めての人だけで政治をするのは不安すぎますよね。皇帝として治めたことはないわ。どうする？やったことないけど。だから、昔を知ってる有能な人物は絶対欲しい。だけども、例えば漢の中枢とつながりのある人とかこの人とかね。あとは呉とか蜀とかとつながりがある人もいらないですね。こういう人たちはいらないわけです。つまり義に都合がいい人を選びたいわけですね。こういう時に、新しい選抜制度を作って選びますって言った方が早いわけです。そしてその時に腐敗っていう言葉は便利です。これまで通り政府が続くんだとしたら、地方のつながりがいっぱいあるわけですよね。地方と中枢のつながりっていうのは別に悪いこともなかったと思いますよ。でも新しく制度を作るときにいらないつながりがある。だったらこう言えばいいわけです。今までの制度は腐敗があるんで良くないんで変えます。よろしいですか？
はい、実際のところ金や家柄がある家系が政治を担うっていうのは、どの時代も大して変わりません。だって金や家柄にはパワーがあるからです。だから結局どう改正しても有力者が選ばれがちになってしまってますよね。確かに歴史はそういう差を埋めようと工夫してきた、改善してきた面もあります。けれどそれだけを目的としているわけではないわけです。管理登用制度が分かりづらいのは、こうやって3つ並べた時にまるでこの腐敗の是正が一番の変更理由であるように見えてしまうからなんです。ですからこう考えましょう。どう変わったかではなく、なぜ変わったのかが問題なんだな。歴史を勉強するときはこういう視点もあるといいですよっていうお話です。はい、管理登用制度については以上です。ではまた。